ヒカルさんが大炎上しています。ひろゆきさん、オープンマリッジどう思いますか？僕、オープンマリッジ自体は、お好きにどうぞという派閥なんですよ。YouTuber ヒカルさんが、進撃のロアさんっていう方と結婚されて、結婚はしたんですけど、お互い浮気 OK というオープンマリッジにしますっていう動画を上げたんですよ。最初からそれで結婚してたら、何の問題もないんですよ。これ僕の誤解かもしれないんですけど、オープンマリッジで浮気 OK にしますっていう説明をノリノリでしているヒカルさんの横にいる奥さんのロアさんが仕方なく受け入れているような立ち振る舞いに見えてしまったんですよ。で、これは僕の誤解かもしれないので、ロアさんの方がもう浮気バンバンしてぜっていう人なのかもしれないです。口先では、それでいいよねって言ってるんだけど、言ってる内容と立ち振る舞い見るとそうじゃないと思うんですよ。動画の中で言ってたのが、ハーレムを作りたいと。ハーレムの中のトップにしたいみたいなことをヒカルさんが言ってて、そこは嫌だっていう言い方をしてたんですよね、ロアさんが。ハーレムというジッパ人からけの女の子グループの中のトップではなくて、あくまで自分といるときは自分を一番にとして扱ってほしいっていう言い方をしてて、全然受け入れてないじゃん、ハーレムは。っていう風に僕は思っちゃったんですよ。これが僕の誤解かもしれないんだけど、嘘をつかない人で人に尽くしてしまうタイプの人なので、ヒカルさんがそれを望んでるから、それに合わせるという形で受け入れてしまってる人というように見えてしまったんですよ。女性側がそれを望んでるという風には見えなかったんですよね。話を聞いてる限り。そうそう。だからなんかね、無理してこれを受け入れているなーっていう感じがしちゃったので、そんなことないよっていうのであれば、まあそんなことないのか。ノアさんね。すいません。はい、僕がうがった見方をしている可能性もあるので、全然誤解かもしれないんですけど、ある程度高低差がある結婚なわけじゃないですか。別に高低差ないんだっていう人もいるかもしれないけど、僕から見ると高低差があるように見えるんですよ。ぶっちゃけだから、僕が知らないだけで超有名な人かもしれないけど、僕がこの女性を知らなかったんですよ。なので、ヒカルさんの奥さんという形で認識してるので、YouTube の動画でも基本的にずっとヒカルさんが喋ってるんですよ。やっぱヒカルさんが上でその下にいる人という風に見えてしまって、ヒカルさんがずっと喋っていて、それを受け入れるしかない人としてのリアクションをしているように見えるので、オープンマリッジです。私たちは好きなことを自由にやりますって言ってるとしても、これヒカルさんがやりたいことを無理して我慢してロアさんが受け入れてるんじゃないのっていう風に、やっぱり僕は見えてしまったんですよ。対等ではないように見えてるんですよ。ヒカルさんが喋ります。ノアさんが喋ります。お互いにこうやって会話をしてる動画であれば、この二人は対等なんだ。そうやって決めたんだね。へえ、面白ってなると思うんだけど、5喋って、ノアさんが1喋る。それぐらいの感じがしちゃったので、自己満足を押し付けていて、そこを受け入れるしかないということで、受け入れてるという、結婚自体は話題作りで別になんかテーマを増やしてるだけだよねって言われたら、まあそうなんだけど、なんかそこら辺がちょっとね、なんか、別に僕オープンマリッジを否定してるわけじゃないですよ。オープンマリッジの人もいるし、お好きにどうぞって思うんだけど、これが本心から望んでオープンマリッジなのか、上下関係がある中でオープンマリッジを受け入れさせられているのかっていうね。うちの場合はね、うちの彼女が強い中、僕はもう家でずっと下向いて、無口で黙って言われる通りにするっていう関係性なので、うちオープンマリッジにするわって言われたら、うっす、俺オープンマリッジっすって多分なると思うんですけど、っていう感じなので、弱者側に、これなんかちょっと言わされてるよね。はい、これもめんどくさいのやめよう。はい。男友達で妻とは何年もレスな状態で妻にはすでに興味がないということで、夫側からオープンマリッジお互い合意のもとで配偶者以外の異性との性交渉を認めることを提案し、無事合意したので今やれる相手を探しているほどです。なおこの本には年長の娘がいます。ひろきさん、この関係についてどう思いますか？娘が気づかなかったらいいんじゃないですか。人間の性的関係というのはあくまで文化で決まるものなので他人かどうこういうことではないんじゃないかなと思いますけどね。上杉謙信かなんかが、男色は男のたしなみだよねっていうか、武士のたしなみだよねみたいな書いてるんですよね。上杉謙信だよね。織田信長だっけ？織田信長か武田信玄か上杉謙信のどれか忘れたんですけど、武力高い系の武将でたしなみだよねって言ってる書に書いてる人がいるんですよ。その時代はそういうのが常識だったので、なので性的な関係というのは文化によって決まるので、法律とかその場その場の価値観とか大衆によって決めるものではないんじゃないかなという思います。
思いますけども、会社のトップの人って孤独なんですよ。で、部長ぐらいだと同じような部長の人というのが同じ悩みを抱えて一緒に飲み会とかできるんですけど、社長になってしまうと自分がトップで愚痴を言う相手はいないんですよね。じゃあお前が何とかすればいいじゃんってことになったりするので、経営者同士って結構傷を舐め合ったりするんですよ。仕事と関係ない港区女子とか呼んでそういう話をするみたいなのがあったりして、割とね、経営者とかで孤独な人は結構多いんですよね、僕が見る限りは。で、経営者としてもある程度ライバル関係だったりとか、経営者同士だとどっちが儲かってるとか、上下関係みたいなのもやっぱりあったりして、純粋な友達っていうのはやっぱ作れないんですよね。社会的なポジションを得てしまった人って、結構ね、話をする相手がいなくなる人多いんですよ。タレントさんとかもそういう傾向あるんじゃないかな。だからそういう意味でいくと、出世して上に行けば行くほどお金も増えて幸せになるだろうっていうふうに思いがちなんですけど、結果として孤独になってしまうというのがあって、なので家族を作るとかっていう方向で全然違うところでコミュニティをなんとか作ろうとするっていうのが人間のやりがちなところなんじゃないかなと思います。はい。まあでもね、社長業の人が結婚すると性欲が余ってるので不倫して家族を大事にしようと思っていたのに、大事な家族をこう、バーンって破裂させてしまって、で、結果としてより孤独になるっていう。一回孤独になってる状態で幸せな離婚した家族はそれなりにあって子供に会いたいけど会えないみたいなのがあって、孤独が一人の男じゃなくていなくなってしまったという、より強い深い孤独になってしまって、どんどん病んでいくっていう。病んでいくところが嫌だから、じゃあ若い女に手出したりして、で、そこでトラブって、で、またそれでなんか社会的なバッシングとかになって、余計辛いことになるっていうのになりがちなので、やっぱね、タレントとか社長業とかで性欲強いやつっていうのはね、基本的に結構きついんですよね、人生。はい。いやー、なんだろうね。なんかね、やっぱね、性欲強い成功者ってね、なんかね、幸せそうじゃない時を結構見るんですよ。なんでなんだろうね。楽しそうな人っていうのを大人になってから見るのでいくと、金持ちじゃないやつのが楽しそうにしてるやつ見るんですよね。例えばじゃあクラブ的なイベントとか花火大会とかでもいいですよ。そういうところですごく楽しそうにしてる大人っているじゃないですか。大体金持ちじゃないんですよ。わかんないけどね。見た目とか立ち居振る舞いとか着てるものとか見てても、でもそういうところで楽しそうにしてる人って、やっぱりなんかね、お金ない人の方がそういうところで楽しんでるんですよ。で、なんかね、お金のあるやつはね、ひねくれててね、そういうところでね、素直に楽しめないんですよね。で、なんかじゃあクラブとかですげえなんか楽しそうに踊ってる人とかを見ると、やっぱりなんかね、そんなにね、お金持ちそうなやつじゃないんですよ。で、お金持ちそうなやつって奥の方のね、ソファー的なビップ席とかで座って酒飲んでるんだけど、クラブって踊るための場所なのになんでソファーで酒飲んでんのみたいな。それ家でやればよくねみたいな。横のお姉ちゃんとか喋ってんだけど、いやいや、こんなうるさいところで喋るぐらいだったら家でやれよとか思うんですけど、なので、せっかくクラブに来てクラブを楽しむ、音楽を楽しむ、音楽に合わせて体を動かすっていうのをやらずに、うるさい中でこうお酒を飲みながらお姉ちゃんと喋ってるみたいな、キャバクラ行けよっていう。なんかね、この状況で楽しんだ方がいいよねっていう楽しみ方ができる人に金持ち少ないんですよ。これがね、逆説的な問題で、そういう風なところで楽しんじゃうやつは金持ちになれないのではないかっていう。失うものがないと気楽なのかね。バカになれたもん勝ちっていうのがあるんだけど、バカは最初から勝ってんだよ。頭のいい人が、バカになれたもん勝ちだよね。バカになって楽しもうとか言ってるけど、それだったら最初からバカなやつもう勝ってんじゃんみたいな。だから実はね、幸せというのは、あんまり頭良くない方が幸せなんじゃないかっていう、こう逆説になってしまうんだよね。何をもって人が楽しそうなのか幸せそうなのかっていうのを見てるとね、やっぱりなんか、頭がいいとか成功してるというのは、実はなんかね、その人の幸せに与える影響というので考えると、結構微妙なとこはあんのかなって気がするんですよ。ただ、不幸は避けられます。金を持ってると。隣に引っ越しおばさんとか住んできたらとっとと引っ越せばいいし、いい車乗りたいとか、事故らないような車になりたいとか、トラブルがあるような臭い場所とかに住みたくないよねとか、嫌なものを避けるというのにおいてお金はすごく重要なんですけど、マイナスをなくすという意味でいくとお金はすごく重要なんですけど、そのプラスである、幸せであるっていうところに行くと、実はね、お金持ちが幸せなのかっていうとね、結構微妙なんですよね。経営者とかで割とそれなりにうまくいった人が西麻布界隈とかで港区女子とブイブイ言わせるみたいなのがあると思うんですけど、基本的にはその成功するまで一生懸命努力をするんですよ。会社の経営者だったりとか、ニコニコ生主とか YouTuber とかでも、ある程度の知名度を得られると、憧れだった人が手に入るようになるんですよ。昔はその自分は AV を見る側で、
あれは AV という業界にいる可愛い人なんだっていうのがあったのが、連絡が取れて飯が食いに行けるようになっちゃうんですよ。で、そうすると、どこまで行けるのかというのを知りたくなってしまう人が多いんですよ。あ、連絡取れるようになったら飯が食えたすげえってなって、連絡取れて飯食えにってことは相手は自分のこと好きかもしれない。で、そしたら AV と同じようなことがやれるのかどうかを知りたいという好奇心と自分のポジションを知りたいという風になってしまうのが普通なんですよ。誘ってみたら乗ってきましたって言ったら、まあまあそれは健全な男性だったらそうなってしまうよねって話で、YouTuber とかで不倫的なやつだったりとか、経営者とかで女の子に手出しまいましたとかっていうので、まあよくある話なんですよ。自分のポジションを知ろうとするっていうのって男女問わずやるんですよね。だから男性だと手を出せるかどうかっていうのを確認して、相手が許容するってことは俺のポジションここまで行ったんだっていうのがあって、女性の芸能人とかでやるパターンが、めちゃめちゃひどい要求を相手にするっていうのをやったりするんですよ。ただ、それをやっても自分が許されるのかどうかっていう、自分に価値があるのかどうかというのを確認するために、相手に対してひどいことをして、でもこれでも許してくれるっていうことは、自分には価値があるんだっていうことで納得をするっていうのが、これタレントじゃなくてもやる人いるんですけど、っていうのがあったりするので、子供もやるんですよ。お父さんお母さんとかにわざとひどいことをして、それを許してくれるかどうかで自分がどれぐらい愛されてるのか知るっていう。子供だと友達とかにもやったりするんですよね。自分のこと好きなんだからこれぐらいは許容してくれるはず。親友なんだからこれぐらい許してくれるはずみたいな。私は親友だよねって言ってひどいことをするみたいなのがあったりするんですけど、基本的に人間は試し行動みたいなことをやったりするので、その一環として昔は手に入るはずがなかった人とそういう接点を持てるようになったので手に入れたくなってしまうっていうのがあると思うんですけど、いやー、なので、ね、もう多分、だから一般的にそういうことはやっぱ起きちゃうから、もうしょうがないんじゃないかなと思いますけどね。それがね、止められる人とか興味がない人もいるんですよ。でそれはね、興味がないからなんです。僕そういう、欲望が薄いんですよ。それは最初からそういうことに興味がないから。で、別になんかそういう対象として見てないんですよね。やっぱね、欲望薄い系の人ってね、少ないみたいなんですよね。YouTuber とか生主系の人とかがよくやらかしてしまうっていう。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。概要欄に購入リンクがあるので、そちらから購入できます。よろしくお願いします。